今日はロンドンシティ空港から、ドゥブロブニクに向かいます。ロンドンからだと空港っていくつかあるんですけど、一番便利で有名なのはヒースロー、その後にガトイック、あとルートン、スタンステッドと、今回使うロンドンシティ空港があるんですけど、ロンドンシティ空港が一番市内に近くて、ビジネスに使われる空港です。で今回ちょっと予算を抑えたかったんで、フランクフルト経由で向かいます。フランクフルトで4時間ぐらいトランジットがあるので、これからフランクフルト市内に向かいます。フランクフルトって皆さんご存知かもしれないですけど、結構金融街なんで、市内に行くよりも旧市街とかに行った方が面白いと思うんで、今回は旧市街に向かって歩いていきます。旧市街のレーマー広場に着きました。やっぱこっちの方がドイツっぽいな。ドイツに着いたんで早速ドイツビールをいただきます。味としてはドイツビールってすごいすっきりしてますね。朝日みたいな感じです。やっぱりドイツといえばビールとソーセージ、あとシュニッツェルとこの麺みたいなのがついてきて、味はあんまなかったですね、この麺は。急いで空港に戻りました。空港で本日2杯目のビール、乾杯。飛行機に乗るためにバス乗ったんですけど、いきなりちょっと大雨に見舞われて、結局この後30分ぐらいバスの中で待たされました。上空から見た第一印象だと、ギリシャっぽい地形ですね。タクシーもあるんですけど、バスがめちゃくちゃ安いんでバスで行きます。第一猫発見。めっちゃ水飲んどるやんすいません。着いたの夜9時ぐらいなんですけど、そこからまさかの階段地獄。たまに出てくるこの猫が本当に癒しやな。ただ階段地獄はこれからもどんどん続きます。ホテルの動画通り忘れたんですけど、そこのじいちゃんが、エアビーのじいちゃんが1時間ぐらい、クロアチアの歴史について語ってくれました。30年前の、クロアチア独立戦争の話とか聞けて、すごい貴重な体験でした。階段を降りてドゥブロブニクの街に入りました。今日はもう着いたのが市内に10時半ぐらいなんで、時間も時間なんで軽くご飯食べて帰ろうと思います。初クロアチア飯はクリカスミリゾットです。この店があったところなんですけど、おじいちゃんに勧められた、ローカルの店が多いって言われてる通りですね。これからアイス食べて帰ります。階段きついやろな。おはようございます。起きて早速なんですけど、エアビーからの景色をお見せします。
ほんとベランダからの景色がほんと美しかったです。もう昨日の階段地獄はもう完全に忘れましたね。もう吹っ飛びました、これ見た瞬間。やっぱり夜に着いたんで、この景色がなんかあんまりこう感動しなかったんですよね。もう朝見てもうびっくりしました。やっぱり旅先ってどうしても飲み食いしちゃうんで、基本はワークアウトもちょっとたまに挟んだりしてますね。これはちなみにちょっとクロアチアのスーパーで買ってみたプロテインシェイクです。1本 50g プロテイン入ってるんです。めっちゃ多いです。クロアチアに来てまで何やってるんやろ。でも結構この景色のおかげかパワーがめっちゃ出ましたね。奥さんと2人も本当に猫が好きなんで、昨日市内でキャットフード買ってきました。これからここ数日かけていろんな猫さんたちに分け与えていこうと思ってます。はい、これからまた街に向かいます。400段以上歩いて街へ。いや、この階段本当にきつい。ただ朝なんでまだ気持ちいいというか、しかも下りなんで、あと景色も素晴らしいです。ちょっと沖縄っぽいですよね。あともうちょっと。そう、ドゥブロブニクってこうやって塀に囲まれてるんですよね。そう、エアビーのおじいちゃんに城壁を登ってこう回れるんですけど、行くんだったら絶対朝にしろって。昼とかに行くともう暑すぎてやばいんで朝しろって言われました。でちょっとここから一瞬多分見えてると思うんですけど、宿は坂の上の方にある家です。オレンジの屋根がほんと綺麗。魔女の宅急便の世界ですね、本当に。今日晴れって嬉しいけどちょっと暑い。そう、城壁これ一周回るの1時間ぐらいかかるんですよね。なんかおじいちゃんには 2,3 時間ぐらいかかるって言われたんですけど、普通に歩いて普通に動画撮ってたら1時間ちょっとで終わりました。後日行こうと思っているバーかな。海の横でめっちゃ綺麗。ドゥブロブニクパスを買うとなんかこういう博物館も入れるんで一瞬入りました。めっちゃ透き通ってる海。また昨日の通りに戻ってきました。やっぱ日中と夜ってまた雰囲気が違っていいですよね。お土産屋さんかな。リゾート感もあるし、もう初日からクロアチアの良さを語り始める妻。同感ですけどね。はい、乾杯。またまたイカスミリゾットと、今日のお昼はムール貝と、あと奥さんの方がパスタ、シーフードパスタにしました。今日はこのタレっていいな。お昼食べた後はまたまたエアビーのおじいちゃんに勧められたビーチ、バニエビーチに行ってきます。なんかおじいちゃん曰く世界トップ3ぐらいに入る有名なビーチらしいですね。結構塩分を多めに含めてるからかすごい浮きやすいんですよね。暑いんでめっちゃ気持ちいいな。
後で知ったんですけど、ここのビーチ、バニアビーチやっぱ有名なだけってクロアチアの他のビーチと比べるとはるかにこのパラソル代とか高くて、確かにびっくりしましたね。一つパラソル多分ベッド付きで40、50ユーロぐらいしました。さっきもちょっと出たんですけど、本当クロアチアのドブロブニクって猫が多いんですけど、一応これなんか理由があるみたいで、1300年代かな、ドゥブロブニクってヨーロッパとオトマン帝国をつなぐ港町だったらしくて、その頃やっぱり病気が流行ったりしたんで、そのネズミを捕まえるために猫が大量に飼われてたらしいです。夜ご飯までちょっと時間あるんで、またドゥブロブニクの市内をブラブラします。裏道が結構綺麗なんですよね。細い道で本当おしゃれなヨーロッパ調の街って感じ。ちょうどこれを撮影してた時にいきなりトントンと肩叩かれて振り向いたらイギリスにいるロンドンの友達夫婦でした。でこの後ちょっと飲みに行こうみたいなことになってバーに向かいます。さっき一瞬出た岩場のバーに来てます。ドリンクもそんな高くなくて本当に景色がめっちゃ良かったです。ここは友達夫婦とちょっと別れて、その後たまたま広場の方戻ったら結婚式やってました。やっぱりクロアチアって30年前に独立したばっかりなんで、本当愛国心みたいなのがあるんですかね。めっちゃクロアチアの旗掲げながら歌を歌ってました。でローハンも食べ終わってこれから帰ろうかなと思ったんですけど、やっぱり400何十段をちょっと食後にすぐ登っていくのは辛いんで、ただただ2人で海をぼーっと眺めながら消化してます。でも綺麗。部屋戻って晩酌しようかみたいな感じでワインちょっとクロアチアワイン買って部屋でベランダで飲もうと思ったら花火大会やってました。本当日本の花火大会に匹敵するぐらい結構綺麗な花火大会ですね。これ見て今日はちょっとこれぐらいにして寝ます。おはようございます。また階段降りて市内の方までやってきました。今日も快晴やからみんな普通に市民の人が干してます。本当山の向こう、おじいちゃんも話してたんですけど、山の向こうからセルビア軍が30年前にやってきたとかって想像できないんですよね。これまたちょっと違う入り口から市内に入ろうと思って、城壁が囲まれてるんで、もう市内に入るのっていくつかの門しかないんですよね。昨日とはちょっと違う方向で入っていきます。ここにケーブルカーもあるんで、これを使ってもしさっき見た山の上行きたかったら行けるみたいです。今回結構エアビーがもう山の上の方にあったんでケーブルカーは乗らないことにしました。これが2つ目の門です。今日はちょっとおじいちゃんに勧められてもう一つ行ってみたいなと思ったところに向かいます。ちょっとボート乗っていくんですけど、これから本当ボートで20分ぐらいで行ける島でロクラム島っていうところに行きます。はい、着きました。ロクラム島です。ドゥブロブニクとは違って本当に自然豊かな島って感じで、ここにもいろいろと面白い話が、おじいちゃんからの話なんですけどまつわる話があるらしいです。この島に。ちょっとその話の前に、このクジャク島、英語ではピーコックアイランドって言われてるらしいんですけど、本当クジャクが野生のクジャクが多いんですよね。これ有名な湖なのかな。湖というか海にちょっとつながってるんで海水なんですけど、本当に島の港からすぐ行けるような水がすごい綺麗に透き通ってるところで泳いでる人もいました。魚も泳いでるし聞こえます。セミの鳴き声とか日本にちょっと戻ったみたいな感じで
本の夏って感じ。これは日本のセミみたいな、ちょっとなんか日本のセミと鳴き声が違うんですけど、ずーっと鳴いてますね。これちょっとドゥブロムニクとまた違った雰囲気ですごいいい島。自然を見るならここに来た方がいいな。クジャクの大群を見つけたんで撮ってみます。そう、この綺麗な羽してるのがオスかな。でメスの方は、鳥あるあるなんですけど、基本ちょっと茶色がかかってる感じで、今回残念ながらちょっと羽を広げてるとこは見れなかったですけど、このクジャクも別にここの、そもそもここに生息した鳥ではなくて、昔こう用いられてそこでもう繁殖してしまったっていう感じみたいです。で早速なんですけど、昨日おじいちゃんに聞いた、この島にまつわる伝説なんですけども、1000年前ぐらいにここってベネディクト修道院の僧侶たちが住んでたらしいんですけど、1800年代にこのオーストリアの大富豪が別荘地としてこの島を買い取って僧侶たちを追放したらしいんですよ。で追放される前日に僧侶たちがこうろうそくのろうを垂らしながら島を一周してこの島に呪いをかけたらしいんです。でその呪いのせいか、そのオーストラリアの大富豪も変死を遂げて、それ以降にここに住もうとした人は全員変死を遂げたらしいんです。で未だにその伝説を皆さん信じてるらしくて、この島には誰も住んでないらしいですね。なので今は無人島です。で観光客も来るんですけど、その日に帰るらしいです。もう誰も住んでないんで本当に無人島らしいんですよ。でここ今移され、ここなんですけど、ここは1800年代後半にナポレオンがこの地を占領した際に、フランス人たちによって建てられた塔らしいです。海全体見渡せるのと、でドゥブロブニクもここからすごい綺麗に見えます。ロクルム島は結構小さいんで、さっきみたいにいろいろと回ったとしても、だいたい2時間ぐらいで、一周できます。で船も15分か20分おきぐらいに1本ぐらいで1本出てるんで、いつでも帰りたい時にドゥブロブニクに戻れます。やっぱり歩き疲れたんでクロアチアビールで乾杯。でこの度3回目のイカスミリゾットで、奥さんの方はビーツを使った、パスタです。すごいおしゃれな感じのお店ですよ。今日はちょっとドゥブロブニクの市内から、ちょっと離れて、ちょっと15分ぐらい歩いたところにあるダンスビーチっていうところに来ました。昨日のところよりも本当にバンニービーチよりも比較的人は少なくて、なんかヨーロッパの人とあんまり泳いでる人は少ないんですごい快適でした。なんとちょっと寄った評価の高かったサンドイッチ屋さん、ローカルっぽい感じが良かったです。またちょっとビーチの後歩いてめちゃくちゃ疲れたんでシャワー浴びてまたベランダで一休み。いやーここでもう飲むだけで最高です。さっき言ってたロックルーム島が見えます。いやーほんとこのヤビ歩いて帰るのきついですけど、ほんとここにしてよかったなって思います。夜はちょっとまたドゥブロブニクの方、市内の方戻ってきました。で今日の夜はイタリア料理がやっぱ多いんですよね。ドゥブロブニクってイタリアとクロアチアのフュージョン料理的な感じで、ここはもう完全にイタリア料理っぽいところです。もう一番多分楽しみにしてたお店でほんと美味しかった。動画に撮ってなかったんですけど、夜ご飯マグロのホホステーキとイカのグリル頼んだんですけど、めちゃくちゃ美味しかった。しかも安い。またブラブラしてたらちょっとまだ来てない道に通って、教会かな、教会のところにめっちゃ猫がたむろしてました。こいつ口開いてるし。
実は昨日も来たんですけど、ここはクラフトビール屋さん、ドゥブロブニクのビールすごい置いてます。やっぱ飲んで食べた後は運動でしょう。意外とこの時、何回かやってると足が慣れてきた感じはあったんです。帰りにちょっとつまみも買ってきたんで晩酌です。ゴートチーズとまたズラタンっていうクロアチアのワイン、これなんかちょっと苦みがあってちょっと苦手でしたけどね。夜のドゥブロブニクの街、ちなみにロックルムは無人島なんで本当に後ろの方に見えるはずなんですけど、真っ暗闇で見えませんね。はい、3日目終了です。おやすみなさい。最終日は、昨日行ったダンセビーチの近くにあるビーチに結構早い時間から来ました。ビーチの動画はないんですけど、その行った後にまた昨日行ったサンドイッチ屋さん寄って、サンドイッチ買って帰りました。一旦最後ホテル戻って、さっきのサンドイッチ屋さんにセバピっていうクロアチア伝統料理、どちらかというと隣国のボスニア・ヘルツェゴビナの料理らしいんですけど、ミンチしたひき肉を使った料理らしくて、それのサンドイッチ買いました。最後に猫を一目、多分これ飼い猫かな、一応首輪してるんで。最終日のランチはシーフードリゾット、市場がやってたんでちょっと寄ってみました。さっきもおじいちゃんともお別れして、飛行場の方も買ってるんですけど、結構クロアチアは本当ドゥブロブニク以外はなんか閑散としてるというか、ユーロ圏内でも中位ぐらいかな。結構その経済的にも、そこまで発展してる感じではないんで、他は閑散としてました。で帰りはフランクフルトじゃなくて、今回帰りはミュンヘン経由だったんで、ミュンヘンの空港によって帰りました。ミュンヘンの空港って世界でも、ヨーロッパかな、ヨーロッパのトップ3ぐらいに入るぐらい、なんか人気のある空港らしいです。人気の理由の一つが、ここなんですけど、世界初の空港内のブリュワリーらしいです。でソーセージとか、本当にドイツ料理を食べれるところですごい面白かったです。最後ちょっと時間あったんで空港内にあるドイツスーパーへ行ってきます。ドイツといえばハリボーもあるんで、記念に1個ハリボー買って帰りました。最後空港のギフトショップとかもやったんですけど、今回は特に、クロアチア旅行だったんでフラフラして何も結局買わなかったんですけど、これで旅を終わりにします。ではロンドンに帰ります。
美味しいシーフードを食べれる、それが3つ目の理由です。それを全部まとめるとやっぱりドゥブロムニクって今まで行った国、街の中でも本当にすごいおすすめなので、皆さんもぜひ行ってみてください。これからも、ロンドンの生活だったり、あとヨーロッパ旅行も月1ぐらいでは行ってるので、そういった旅行